さそり座さんの運勢、今から1年半ぐらいを目安にリーディングしていきます。タロットカードを全部オープンします。現状、心理状態、課題を見ていきます。大アルカナカードの逆位置の愚者、オラクルカードも見ていきます。パワー、気分がコロコロ変わったり、どこか不安定な感じ、不安定さを感じる状況、何かから逃れたいような気持ちになる時があるかもしれないんですけれどもね、パワーを発揮する時が訪れているようです。力や能力を発揮していくのに、恐れの感情が出てきた時には無限の力があるということを思い出してください。宇宙からの愛とともに持っている力、能力を発揮していく、自分自身を輝かせていくということが課題になります。次に年上、目上の方との関係を見ていきます。ワンドのエース、オラクルカード、ブルーバード、満足感、年上の方との人間関係では積極的に関わるようにするといいようです。情熱、純粋な思い、希望などをしっかりと伝えていくようにするといいようです。コミュニケーションを大切にしてください。伝える方法はいろいろあると思います。直接話をしたり、書いたり、音楽を通して伝えたりと、ご自分がこれと思う方法で伝えていくと、感情的なバランスが取れたり、チャンスが得られたり、新たな人間関係がスタートしていくという方もいらっしゃるかもしれません。情熱や何かを作り出していくような想像力、生命エネルギーがさらに活性化してくるのではないかなと思います。次に金運、恋愛運見ていきます。ソードのキング、オラクルカードは2枚出ました。ジャンピングで出た方が雨のカード、もう1枚がマーメイドのカードになります。金運恋愛運に関しては冷静に対応していくといいようです。ご自分に合った生き方という視点を大切にして選んでいくといいと思います。人生の中で成長のための変化を迎えていくと思いますので、ご自分の心の中を見つめる時間ですね。ご自分の心の中、奥深くの方まで見つめるための時間を大切にして、周りの人の声には惑わされることなく、心の奥底の声、魂の声に耳を傾けながら進めていくといいと思います。計画性が大切になります。雨のように感じる時期があるかもしれないんですけれども、雨は上がってきますので、その雨が上がるタイミングというのが切り替わりのタイミング、
になりますので、そのタイミングを逃さないでください。段階を踏むことで進んでいけるようです。次に変革運、家庭運、家族を見ていきます。ダイアルカナカードの逆位置の星。オラクルカードは水亀座の満月。真実に目を開く。思うようにいかなかったり、ストレスを感じるような時には一歩引いてみるといいようです。人生にはサイクルがありますので、あまり心配しないでください。人生の本質は楽しむことです。頭で考えることが多くなりすぎると疲れてしまいます。笑ったり、心の底から楽しいと感じる時間を大切にしてください。ご自分の心の奥、魂の声に耳を傾けていくと、大切な真実に気がつくことができるのではないかなと思います。それから睡眠不足にならないように気をつけたり、バランスの良い食事を心がけるなど、健康面に意識を向けていくと、運気はよりアップしていくようです。次に知識、勉強、学び、気づきについて見ていきます。ダイヤルカナカードの鳳凰、オラクルカード、マカバアクティベーション、能力をアップさせる、超越する時を迎えているようです。迎えていくようです。サポートが入ると思います。自分自身の内側に意識を向けて調和を目指してください。自分自身の波動、バイブレーションを上げてレベルを上げていきましょう。マカバのマーは光、カーは精神、バーは肉体を意味しています。イラストは平面のカードに描いているので六芒星に見えるかもしれないんですけれども、2つの正四面体のうちの1つが上下逆になって60度回転して重なっている立体の八芒星になります。とても速いスピードで回転しているこの光の物体は球体のように見えると思いますけれども、自分自身がいるのをイメージしてください。その光の球体の中に自分自身がいるのをイメージしてみてください。必要な情報やエネルギーを受け取ることができるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。意欲が増してくるのを感じたり、目標を達成ですね、目標を達成したり成功することができるのではないかなと思います。次に年下の方との人間関係を見ていきます。逆位置のワンドの2、動物との絆、すべての動物を守りましょう。年下の人との人間関係では、これからの方向性が見えづらいですとか、予想外の出来事があったり、対人トラブルなどが起きてくるかもしれないんですけれども、動物との絆のカードが出ていますので、
動物との愛を分かち合うような活動だったり、動物を守ったり保護したり、ボランティアや寄付などいろいろあると思うんですけれども、ご自分でこれと思うものがありましたら、そのような関係を通して人間関係を築いていくといいかもしれません。次にお仕事運見ていきます。逆位置のソードの8、マラカイト、なかなか動き出せない状況にあったという方は、ようやく動き出せる時を迎えていくようです。事実をすべて考慮して論理的に考えたり、分析していくことと直感のバランスをとっていくことが大切になると思います。直感を通して受け取るメッセージがあると思いますので、知性と直感の両方を使って決断していくといいようです。次にどのような行動をしていけばいいのかと思うような時がありましたら、皆の幸せにつながるような行動をとっていくと運気はさらにアップしていくようです。次に発展運パワーを見ていきます。逆位置のワンドの3、母の腕に抱かれる、委ねる、両極を愛する、人生の二極性。なかなか思うようにいかないというふうに感じるような時には、計画を見直してみるといいと思います。計画自体をしていなかったという場合は、しっかり計画を立てていくといいと思います。人生の両極端な状況を経験するという方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、それは魂の成長を遂げるために必要な経験であるというふうに捉えて、辛い感情や心配だったり恐れの感情などが出てきた時には、一旦スターマザー、地球に預けて委ねるような気持ちで抱かれている自分をイメージしてみてください。安らかな気持ちになれたり、これから人生で起きる喜びも悲しみも、良い時もそうでない時も全て祝福だなというふうに感じることができる、そういう方もいらっしゃるのではないかなと思います。対人運信用度信頼度を見ていきます。ワンドのクイーン、大地の守り手守護、対人運信用度信頼度についてはとてもいいです。信頼され、人から頼られるという方もいらっしゃると思います。大地の愛のエネルギーが守ってくれています。そのままでいいみたいです。もし周りの人の思惑が気になってしまうという方いらっしゃいましたら、あまり気にしすぎない方がいいようです。大地の守り手のカードは、自分自身のエネルギーフィールドを守って心と体ともに健やかであるよう心がける必要がある時にも出るカードになりますので、気になる場合には保護シールドのようなものに包まれているのをイメージしてみるといいと思います。では最後にブルーミングホープオラクルカードの方からメッセージをいただいていきます。ロベリア、悪意、
悪意を感じるような出来事がありましたら、それは学びのチャンスと受け取ってみるといいと思います。どのように解釈していくのかが重要になります。相手の方に対してできるだけ、できれば笑顔で優しく接することができると、自然と悪意は消えていくと思いますし、自分自身の光で多くの人を照らして光の方へ導いていくことができるのではないかなと思います。メッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心にスッと入ってくるメッセージがございましたら、参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。